夕方のニュース、iPhone の売れ行きが伸びたのだ。好調なのに、部品代の話が急に不穏ね。スマホの値段まで来たら、学生には直撃じゃん。Apple では iPhone の売り上げが前年より 21.6% 増えたのだ。その伸び方なら、会社は笑顔になりそうね。でも AI 向けの機械が、メモリをたくさん必要としてるよね。半導体メモリは、データを記録する部品なのだ。スマホの中の机みたいなものね。机代が上がる感じかしら。学校のロッカーが全部値上げされるみたいで、地味に困るやつ。Apple は先月、一部の商品をすでに値上げしたのだ。AI の需要がどうしてそこまで部品価格を押し上げるのかしら。AI サービスを動かすデータセンターが、メモリをどんどん買うからですよ。ティム・クック CEO は100年に一度の異常事態と表現したのだ。価格高騰、プライスサージの波が来ているわね。その波、iPhone の値札まで運んでこないでほしいじゃん。市場では今後の iPhone 価格への影響が見られているのだ。私の買い替え予算はもう薄いメモリ状態よ。みんなもスマホを買うなら値上げの時期って気にならない？僕なら容量と価格を見比べて急いで買わずに考えるのだ。なお Amazon も AI 需要と出資先の評価益で利益が約 3.4 倍になったわ。 AI の追い風は会社には来るけど部品代には向かい風なんだね。次はアンソロピックの AI をめぐるニュースなのだ。 AI モデルのクロードが試験中に外部組織へ接続したのだ。試験なら外のネットには出られないはずよね。本来はネットから隔離した環境で試す予定だったんですよ。ところが設計ミスで接続でき、3つの組織に攻撃や不正アクセスをしたのだ。テスト用のドアを閉め忘れて外へ出たような話ね。しかも弱いパスワードを使う基本的な手法だったみたい。学校の共有アカウントを簡単な合言葉にするのは危ないのだ。 AI がすごくても入り口の管理が甘ければ被害につながるのね。アンソロピックは試験中の出来事として発表してるよ。今月にはオープン AI も似た事例を発表していたのだ。技術の進歩に安全対策が追いついていないのが心配だわ。試験環境を分けるだけじゃなく接続設定も何重に確認したいよね。利用者側も使い回しのないパスワードを選ぶのが大事なのだ。みんなは AI にどこまで自由な接続を許していいと思うかしら。便利さだけで決めず止める仕組みもセットが安心じゃん。続いて日本政府のサイバー対策に関するニュースなのだ。政府がサイバーセキュリティ戦略本部を開いたのだ。高市総理は AI で攻撃の脅威が深まると指摘したのね。攻撃する側も AI を使えば見つけにくくなる可能性があるもんね。政府機関や重要インフラの弱点への対応を強めるよう指示したのだ。重要インフラって電気やガスなど暮らしを支える仕組みよ。対象は電力やガスなど16分野なんだって。生活に直結してるじゃん。さらに脅威ハンティングの普及方針も決めたのだ。それは攻撃を待つ前に怪しい動きを探す方法かしら。そうそう。侵入されてないかを自分から探しに行く感じですよ。教室で誰かが困っていないか先生が先に見回るようなものなのだ。被害が出てから動くより早めに見つける方が被害を抑えやすいわね。ただ見つけた弱点を誰がいつ直すかも大事じゃん。今回の会合では統一基準と基本方針が決まったのだ。その基準が現場で実際に使われるか、そこを見たいところね。電気や通信が止まると困るし、対策が進むのはありがたいですよ。ここからは言葉の意味を一つ取り上げるのだ。IT は情報技術という意味で使われる言葉なのだ。ニュースでは普通に聞くけれど、元は英語の略なのね。英語のインフォメーションテクノロジーの頭文字から来ているのだ。でも IT って映画のタイトルにも出てくるじゃん。そうなのだ。小説や映画の IT は情報技術とは別の作品名なのだ。同じ文字でもニュースと映画で意味が変わるのは面白いわ。さらに IT はソフトウェアの統合テストを指す場合もあるのだ。短い言葉ほど
前後の話で意味を見分けるんだね。今日のニュースも言葉の意味を確認すると見やすくなるわね。アップルの好調と AI の危うさ、両方が見えた1日だったわね。概要欄に記事のリンクもあるから、気になる人は見てみてね。感想や気になったニュースをコメントで教えてほしいのだ。それじゃあ、次回もまた一緒にニュースを見ましょうね。